キムさん、こんにちは。キムさんのご質問に、えっと、皆さん、こんにちは、コルリンです。今日はですね、キム・ジョンソンさんから、インタビューのお話をいただきまして、それにビデオでお答えしていこうと思います。本当は、直接インタビューを受けたかったんですけれども、もうトリニダードから日本に帰ってきてしまったので、このような形でお答えするということにしました。一つ課題がありまして、ですね、I want you to speak to it so it read as if you were interviewed. 私がインタビューを受けてるみたいな感じで、まず日本語で喋ってから、それを英語に書き起こしてほしいということで、今から、喋っていきたいなと思います。早速いきましょう。まず私が最初にパンに出会ったのはテレビです。テレビを見ていた時に、メインのコーナーがあってメインのコーナーがあって、その間にこうワンスポットみたいな短いこうショートビデオが流れたんですね。それがヤントミタさんがパンを演奏しているシーンでした。でそこで初めてなんじゃこりゃみたいな感じで思ったのが一番最初です。パンを習ったのは本当にいつかわからないですけれども、最初は私自己流ですね。最初は自己流で、私自身もパーカッションとかマリンバとかを子供の時にしてたので、そのベースがあったので、最初音を出すぐらいだったらそんなに難しくなかったと思います。で、しかも他の人よりも自分は上手だったと思います。でも、日本の中で。でも、トリニダードの人がスティールパンを叩いている感じとは明らかに違うっていうことが、ビデオを見たり来日した人の演奏を見たりすると明らかに分かって、その差は何だろうと思ってものすごく観察するようになりました。えっといまだにですね、多くの日本のプレイヤーの人はその差を観察せずに、こマリンバを叩くような感じで叩いてるような人がかなりたくさんいます。そして、教える側も、例えばトリニダードの人だったり、まあ、すると、その東洋人が、東洋人が演奏する、東洋人がのスタートライン、東洋人がステルパンも何もわかんない、リズム感も東洋人のままの、何もわからないままのこのスタートラインと、彼らが教えるスタートラインにはすごく差があるので、結局教わっても習ったとしても、その自分たちが必要とするスタートラインまでは降りてこないわけですよね。だから自分はその習ってもわからないので、あの観察するようになりました。何が違うのかって、どうやったらあれができるのかっていうのをもうとにかく観察していろいろ試してみて、で徐々に、あと質問とかもして、徐々にこうそこに近づいていくようにして、ある時ですね、こう東洋人とその向こうのトリニダードでもう最初からパンをやってる人たちと大きな違いに気がついて、そこからとても上達するようになりました。楽に叩けるようになりました。そんな感じで、スチルパンの好きなところはもちろん音色ですので、そのまあだから120人で鳴らしても一つのパンの、ね、もう音色が好きです。あとは、うーん、あ、そのパノラマなんですけど、それまでのっていうか、まあ今も、日本のポップミュージックとかもそうかもしれないけど、失礼しました。えっと、なんていうのかな。
あの器楽の世界、演奏する器楽の世界だとクラシックを、まあ自分の解釈もあるけども、まずそのまま演奏しないといけない。自分で作り変えたりとかアレンジとかできないわけですよね、そんなには。で、そのパノラマはみんなが大好きな、みんながつい歌っちゃうようなポピュラーミュージックをもうすごいこうデコレーションしてこうね、普通のケーキみたいなものをもうウェディングケーキぐらいのこうデコレーションをしてすごいこうキラッキラにする、10分の長い難しい曲にするっていう、それが面白いなと思って、どんどんこう今の私たちの状況とか世界とかいろんなことをですね、音楽に反映させることができて、それが今だよ、今これだよっていうことを、今を何も説明とかもせずに芸術的な方法で今をバンってこう表現できるすごい手段だなと思って、もうそこに感動して、そこにもはまり込んだっていうのが、もうそのパノラマっていうパノラマが大好きになった理由ですね。ココさんっていうトリニダードに日本にソカミュージックを紹介していたこう先駆者的なパイオニア的な方がいらっしゃったんですけども、その方が2003年の暮れぐらいに、2004年に、トリニダードに滞在するためのルームシェアをする、高級アパートのルームシェアをする人を探してたんですね。で探してたので、ちょうどいい機会だと思って、じゃあトリニダード行こうってなったのがもう本当にきっかけです。ピクトンコートっていう、ニュータウンにあるアパートなんですけど、すごいプライシーなアパートなんですけども、そこのその1年目に私とそのココさんっていうそのソカを日本に紹介したパイオニアの人と2人で住んで、でこれはなんかもったいないな、続けるべきだなと思って、そう2年目は私自身がそのルームメイトを募集して、2年目もそこに住んだんですよ。もうそこが始まりで、その高級アパートがなければ、ここまで日本人の女の子たちが、トリニダードに来るっていうことはなかったと思います。そのピクトンコートがっていうところがあったので、そうシェルターですね、安全な場所を確保できたんですね。そのトリニダード・トバゴっていう地球の裏側のちょっと危ないとか言われてるような国に、安全に1ヶ月生活できるような場所を確保できたので、だからこうその後私は別のところに住むようになったんですけども、別の人がまた、メンバーを募集してそこに住むようになってっていう、そのどんどんこのその安全なシェルターをキープするこうバトンが渡されていったので、そこを中心として、そこはですね、シルバースターズ、インベーダーズフェーズ2ぐらいだったらもう歩いて帰れるぐらいいい場所なんですね。あとそのパノラマの会場であるサバンナも本当にすぐ近くなので、 US エンバシーの近くですね。でそこがあったからこそ日本人の女の子たちがたくさん、トリニダードに来れるようになった。そのきっかけを最初に作ってくれたのがそのココさんっていう方ですね。そうまず楽譜がないっていうのがもう大きな障害で、それまでは楽譜をですねこう読みながら演奏するっていうトレーニングを受けてきたので、楽譜がないと手が動かないんですね。でそれが一番もう最大の難関だったので、まずパンヤードで習って自分で楽譜を書き起こして、それを見ながら自分の手を動かす。もうその楽譜があって手が動くっていうサイクルが私の脳の中でも
断ち切れなかったので、最初はそんな感じにしてました。長らくずっとそんな感じにしてました。でもある時、その楽譜通りに演奏してもやっぱり何か交われないっていうことに気づいて、とにかく周りの人に同調するっていうことを心がけて、周りの人にの周波数に合わせるっていうか、そういうことにすごくフォーカスして練習に参加するようになったら、本当に自分がフローティングしてるような、浮いて彼らと本当に一体になってるように演奏ができたっていうことを体験してからは、これだなと思って、そこから練習に参加するのにも演奏するのにも以前よりは楽になりました。どうなんだろう。私がトリニダードで演奏し始めた頃っていうのは、そこまで日本人の人が演奏しに行ってなかった時なので、最初のインベーダーズのバンドの中ではすごい好意的に受け取られて、すごい頑張ってるなっていう、あと私の動き方が面白いので、それを楽しんでいるっていう感じはすごくあったと思います。でも中には私自身も含めて差別的なことを言われたりとか、差別実際にあったりとか、あと他の人でもいじめにあったりとか、そういうことはなかったとは言えないです。多くはないですけれども、実際にあったと思います。バンドに入って演奏するだけだったら、音楽用語とか音楽そのものとかは言葉の差がない、同じ用語を使ってるし、さっきも言いましたけど、私はすごい観察して学ぶタイプだったので、別に英語で教えてもらわなくても見たら分かるし、聞いたら分かるわけですよね。だからそんなに困らなかったです。あと最初の1年目と2年目にはそのココさんですとか、他の一緒に、シェアしてるお部屋をシェアしてる人が通訳をしてくれたので、本当に困らなかったです。でもトリニダード、日本のスティールパンの人口がどんどん増えてきて、その日本の中でそのスティールバンドのソサエティが成立するようになってきたっていうことと、あと日本からトリニダードに来て演奏する人の中でも、トリニダードの人たちから何かを学ぼうっていう姿勢よりも、自分はこれぐらいできるんだっていうことを誇示する比重の方が高い人が何人か出てきて、その日本の中のスティールパン、日本で捉えられているスティールパンっていうことが、他のアメリカ、イギリス、フランスとか、他のカナダとかの他の主に英語圏のスティールパンをやってる人たちのスティールパンをやってる意識と、日本の人たちがやってるスティールパンの意識、捉え方がものすごい違いがもう出過ぎちゃってるなっていうことに、2010年ぐらいあたりから気づき始めたんですね。でこれはもうやばいなと思って、でもどうしてかっていうと、私たちは英語がすごい苦手だからです。どんなことがスティールパンの関係の人たちの間で普段から語られていることと何のか、彼らがどんなことを目指していたり、どういう課題があるのかっていう普段の日常的なそのパンやってる人たちの会話っていうのが、私たちにはもう全然聞こえてこないわけですよ。言葉の壁があるから、もうなんていうか、もう BGM ぐらいにしか
皆さんが英語圏の人たちがアラビア語を聞いてるようなもので全く分かんないから、もう自分たちだけでその楽器は輸入するんだけれども使い方は全く輸入しないし文化も輸入しないしっていう状況がすごい日本国内で膨れ上がってきて、もうそれはやばいなと私は思ったわけです。向こうにの差がありすぎてゆくゆくすごいおかしなことになっちゃうんじゃないかなっていう懸念がすごくありまして、それでそこから向こうで話されていることとか向こうのドキュメンタリーとか向こうで出版されている本とかを日本語に翻訳して、その英語圏で話されている真実のスティールパンのことを日本にどんどん染み渡らせていかないとやばいことになるなと思って、その時もキムさんはもう5本を出してたんですね。キムさんが出してるこういう本を読んだりとかですね、クラシックスティールっていうDVD が出てたんですけれども、それをもう勝手に翻訳してこう日本語のテキストのコピーを作ったりとかをその時し始めて、その時にこう自分の英語力がもう全くないっていうことに気がついたっていうか、もう気がつくの遅すぎなんですけどとにかくそういう文化をこういう英語で書かれたものとか英語の DVD とかをこう翻訳するだけの英語力が私自身にないとダメだか、または誰かが翻訳してくれないとダメだ、誰か翻訳してくれないかなって、最初は思ってたんですけど、誰も待ってても誰もやってくれないので、私自身がやり始めてたっていうのがもうその時に言葉の壁を感じたし、言葉の問題を感じたし、言葉の問題を自分で解決しようっていうふうに思いました。7です。はい。次、How was popular in the Japan in Japan? 今、2020年の現状ですけれども、私の住んでるところは大阪っていう、結構な都会なので、知ってる人は4割、知らない人が6割、3、4割と知らない人6、7割っていう感じの割合だと思います。でも、単品テナーパンだけを知ってて、バンドでカーニバルでパノラマでっていうところまで知ってるっていう人は日本人の1割もいないような気がします。残念ですね。そのブラジルのカーニバルは有名なわけじゃないですか。そこまで全然なってない。なんだろう、音色がね、可愛いものが好きでトリニダードの人にとってはスティールパン可愛いっていうことはないと思うんですけども、日本人にとってはスティールパンやスティールパンの音色っていうのはハローキティとかと同じような可愛いものの一部だと思います。そのインテンスとかそういうことは彼らっていうか私は気づいてるんですけど、彼らは気づいてないかなって思います。失礼しました。最後ね、オールスターズ、まずオールスターズ、どうしてオールスターズが好きか。ちょっと一言では言い切れない。どうしてパノラマが好きかとか、もうそういう、どうしてトリニダードが好きですかとか、そういう究極の質問になっちゃうし、実は私はオールスターズだけが好きなわけじゃなくて、好きなもちろんオールスターズがベストだし、スムースマンがベストなんですけど、他にも例えばシルバースターズでエクソダスはもうずっと好きです。アレンジャーさんが変わったりとかしても好きですね。バンドのなんだろう、この速いテンポとこういっぱい音がキューっていっぱい詰まったことを目指してるバンド
だと思うんですね。シルバースターズもエクソラスも、しかもかっこいいっていう、この2つはもうずっと好きで、だから好きなバンドも好きなアレンジャーさんもたくさんいるのですごい難しいんですけども、まず私がオールスターズに入ろうと思ったきっかけなんですけども、2006年のセミファイナルの時に、サバンナのスタンドでものすごい前の方の席でオールスターズ見たんですね。その時はね、ナロさんとデーン・ガルストンがこう真ん中でいて、もうめっちゃかっこよかって、もうそれもう何とも言えない衝撃を受けた。ドーンみたいな、なんじゃこりゃみたいな衝撃を受けて、もうまだセミファイナルだったのに、2006年セミファイナルだったのに、もう来年2007年はトリニダード・オールスターズ行こうってもうその時に決めてました。入れるかどうかも分かんないし、もうドロップしちゃうだろうかもしれないなって思ってたけど、まだあと1年あるし、1年自分で練習もできるし、もうとにかく2007年はオールスターズ行こうっていうふうに、もうそのドーンっていう衝撃で、絵も知れぬ衝撃で行こうって思いました。でそれとは別で無事にオールスターズ入れたんですけど、入って残った理由、オールスターズにずっと居続ける理由は、残ってる理由っていうのはすごい現実的なんですけども、バンドがすごいしっかりしてる、こうなんていうかオーガナイズドされてて、なんていうのかな、理不尽なことが何にもないんですよ。例えば意味不明のドロップとか、外国人だからお金がもらえないとか、あと時間に比較的正確パンクチュアルなんですね。他のバンドに比べたら時間を守ってくれるし、あと今のナイジェルさんにキャプテン変わってからすごいそうだと思うんですけれども、彼らの言ってることとかやってることっていうのは、今の世界で一番イケてる企業が Google とか他のスタートアップでめっちゃこうサクセスしてるような企業、日本の中でもような企業がやってることとかと、企業理念とかと何ら変わりないんですよ。だからその最先端の人がたくさん集まってきて、どういうふうにこう成果を出すかっていうところのマネジメントのやり方、こう精神の持ち方、気持ちの持ち方とかが、最先端の世界の最先端の企業がしてることと何ら変わりないので、違和感がないですよね。トリニダードの人にとってはすごいそれは違和感なのかもしれないけども、私にとっては、私は日本でもそういう会社を選んで働くようにしてるし、古い体制の会社っていうのはちょっともう働きたくないなっていうのがあるので、オールスターズは結構古いようでいて、実は考え方はすっごい新しい。だから拒絶する人はたくさんいるんですけども、成功はしてるんですよね。それを受け入れることができたら。だからそういうのがあってオールスターズにずっと居続けています。学ぶことはとても多いです。でもちろんスムースマンですね。スムースマンはなんか地味なんですけども、実はもう記載の一部に入ると思います。もうなんかちゃんとなんだろう、もうとにかく変わった人です。変わって、もう天才とかじゃなくて、もう本当になんかこう、なんていうのかな、ひらめきだけがで素晴らしいものが作れる、あともう天衣無縫な感じですねが素晴らしいので、もうこれがスムースマンいなくなっちゃったら、スムースマンみたいな感じで曲が作れる、アレンジができる人、本当に後がないんじゃないかなと思って心配しています。
今のアレンジャーさんたちはたくさんこう音楽理論とか学んで、ちゃんとこう理論だって素晴らしいものは作れるけども、典型を受けて人がもう全く思いつかないようなことができるような人っていうのは本当にもう少なくなってきてて、もうスムースマンはその一人だと思います。だからスムースマンの作品をもう最後まで見届けたいという、内側から見届けたいっていう思いがあって、オールスターズでずっと演奏し続けたいなって今も思っています。とりあえず質問10個に全部答えてみました。よく聞かれるような内容でもあるので、次はぜひですね、英語でインタビュー答えてみたいなと思います。英語喋ってインタビュー答えてみたいなと思います。自分で字幕をつけてお送りします。ということで、よろしくお願いします。